はい、皆さんこんにちは。ラングラースピリッツのブルーベリーです。今日はデニムジャケットの紹介になります。アメリカ製の1950年代初期頃にリリースされましたヴィンテージラングラー 111MJ の紹介になります。ラングラーの魅力とはと聞かれましたら、真っ先に私は答えます。このラングラー 111MJ こそラングラーの魅力がたくさん詰まった作品と思っております。リーバイスのセカンドタイプ 506WX を模範としつつも、着丈長めに作られましたシルエット、それからアクションプリーツが備わった肩周り、脇回りを調整するためのバックストラップ、明らかに他のブランドとの差別化を意識したジャケットかと思います。とても魅力的なジャケットかと思います。このファーストモデルと一重に言ってもですね、また、数パターンのモデルが存在してまして、細かいところまで突き詰めていくと本当に何十種類とあるのかなというのもヴィンテージの魅力の一つなのかなと思います。まだまだですね、雑誌では出てきてないモデルとかもですね、多分あると思います。このファーストモデルの前にもですね、プロトタイプモデルというのも存在しておりまして、そちらは 11MJ と 111MJ ではなく 11MJ ですねとなっております。そして、その後に、革パッチの 111MJ、そして、この紹介する塩化ビニールパッチの 111MJ、 そして、最後の後期型となるのがオリネーム刺繍タグの 111MJ といった感じでですね、大きく分けると 111MJ でも3つに分けられます。その中でももっと細かくですね、ディティールが違ってたりとかするので、実際にはもう何パターンあるのかというのはちょっと把握しきれない状況かと思います。そして、よく言われるジョン・レノンがよく着ていたと言われるのもこの 111MJ なんですけども、ジョン・レノンが着ていたのは、おそらくオリネームの刺繍タグではないかと言われております。このジョン・レノンモデルに関してはですね、また特集を組んでですね、11MJ、ジョン・レノンが愛した 11MJ は果たしてどのモデルなのかというのもですね、特集を組んで、また別の機会にですね、お伝えできればと思います。はい、それでは細かいディティールを見ていきましょう。フロント部分に打たれた12箇所の丸い缶抜きはラングラーの特徴の一つでもあります。丸缶と言われたりもしますが、これは留め縫いの一種で重ねるように留め縫いを繰り返すといった技術になります。この丸い形で缶抜きしたものは1960年代まで、ラングラー、それからマーヴェリックのジャケットにのみ使用されたかと思います。なぜかパンツには採用されなかった仕様になります。現在ではコラボレーションの作品で、パンツなどにも使用されてたりします。そして、ヴィンテージのジャケットによく見られるのがこの缶抜きの失敗になります。この写真でも分かる通り、何度か缶抜きの失敗によるダメージがあります。こういう状態をよく目にするということは、当時いかにこの缶抜きが高度な技術であったかを想像させます。続いてフロントポケットです。首元のタグ以外に 111MJ を見分けるポイントでもあります。古い年代に作られたラングラーのジャケットは中央に縫われている印象です。プロトタイプはほぼ中央になります。そして後発になるにつれて上の位置につけられております。またボーイズサイズのジャケットも中央に縫われている印象のものが多いです。そしてポケットに縫われているステッチですが、ラングラーの頭文字 W が縫い込まれております。これはサイレント W と呼ばれており、プロトタイプの 11MJ の頃から採用され、現在でも受け継がれている伝統的なステッチであり、ラングラー製品のアイコンのようになっております。
古いものだとステッチが整っていなくいびつな形をしております。それもヴィンテージならではの魅力ですね。今では誰もが思いつきそうな発想ですが、このようにブランドをステッチで大々的に表現したのはラングラーが初めてではないでしょうか。当時としてはシンプルで、そして大胆なアイディアだったかと思います。パッと見誰が見てもラングラー製品であることを印象づけます。フラップはグローブをはめていても物が取り出しやすいようにするため、スナップボタンが採用されております。これもプロトタイプの 11MJ ではボタンを通すようになっておりましたが、11MJ からはこの仕様となっており、現行のラングラーまで受け継がれている特徴の一つです。続いてボタンです。刻印入りの銅褐色ボタンもラングラー製品のアイコンになっており、現行でも使用されています。途中シルバーに変更された時期もありますが、基本的に銅褐色です。111MJ の一部ではもっと立体的な丸みのあるボタンが使われてた時期もありました。今回の撮影で気づいたのですが、よく見たらボタンの柄の部分が純粋な円柱ではなく、少し円柱を潰したような形になっておりました。ちなみに復刻ものはだいたい円柱かと思います。ボタンの裏側ですが、C8 という刻印がされておりまして、こちらは、工場ナンバーですかね。おそらく工場ナンバーではないかと思います。続いて首元のパッチの部分になります。今回紹介しているのは、塩化ビニールパッチのため50年代初期から中期と言われているものになるかと思われます。よく古着屋で、目に見かけたのはこの、印刷された部分ですね。プリントされた、ロゴがよくこすって、擦れている、インチが擦れているのをよく見かけたりします。続いて、裾の部分ですね。こちらもステッチのずらしというのが、ラングラー特有のずらしというのがあります。それから耳の部分です。白耳が、ラングラーはついております。続いて、袖口の説明です。袖口の縫い込まれたステッチ、チェーンステッチの部分ですね。こちらも裾と同じようにですね、ステッチのズレというのが、仕様としてございます。そして袖に打たれたスナップボタンになりますが、こちらのスナップボタンの位置がですね、ヴィンテージ特有なんですけども、限りなく外側に打たれているのがラングラーのジャケットの特徴になります。こちらなぜか分かりませんが、かなり外側に、どのジャケットも縫われて、打たれている印象です。このスナップボタンが外側に飛び出て半分ぐらい飛び出ちゃってるのもですね、見たことあります。それくらい、外側に極力意識して、打ってるんだろうなというような印象です。続いてバックストラップの部分になります。2箇所、バックストラップが装備されております。こちらはプロトタイプですともっと下の方に、ついてたんですけども、111MJ になってからはもう少し上の位置ですね、に付けられております。続いてアクションプリーツの説明になります。こちらも 11MJ プロトタイプの時にはですねついてなかったんですけども、 111MJ になってから初めて、ラングラー製品に採用された箇所になります。アクションプリーツは 111MJ から 11MJZ、その後もですね 24MJ もなど付けられておりましたが、11MJ の方、111MJ に関しては少しですね小ぶりな感じのアクションプリーツになっています。内側に付けられたゴムなんですけども、もう、70年近く前の、ジャケットなのでゴムの方がもうすでに伸びきっている状態です。切れはしないんですけども、もう機能として成り立っておりません。
最後に生地についてです。ラングラー製品特有の左綾で織られた生地は、リバイスなどで見られる右綾のメリハリのある縦落ち感はないものの、鮮やかな薄いブルーに全体的に落ちていくように見えます。この辺は好みの分かれるところかもしれません。また、デニムの生地自体も少し柔らかい肌触りに感じます。この辺のお話は、オーベルジュさんの YouTube チャンネルがとても分かりやすく説明してくれていますので、概要欄に貼っておきます。はい、ディティール紹介は以上になります。この間のラングラー75周年記念イベントでもゴールドゲートの金丸さんがお話ししておりましたが、ヴィンテージのラングラーとなると本当に状態の良いものが、減ってきております。その分値段も高騰しており手が出しづらい、状況となっておりますが、復刻ものでしたらまだ手が届く位置にあるかと思いますので、復刻ものアーカイブシリーズと言われているものですね、今回の動画で少しでも興味を持っていただけたら、ぜひラングラーのジャケットをですね、着てみていただきたいと思います。本当にこの 111MJ タイプはかっこいいです。特にラングラーのラベルの入った 11MW や 11MWZ などと合わせると格段にかっこよさが跳ね上がります。何度も言いますが、ぜひぜひですね、着ていただきたいと思います。そして購入した暁にはこのコメント欄で教えていただければと思います。コメントお待ちしております。これからもラングラーのかっこよさをどんどん伝えていきたいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。次はマーベリックや、サードパーティー製の俗に言うラングラータイプ、それからコラボレーション製品などもですね、続々と紹介できたらなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは次回もラングラー製品をたくさん紹介していきますので、楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。